はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、僕、山萌がですね、普段使ってるプレキャリとヘルメットのね、紹介をしたいと思います。はい。よろしくお願いします。じゃあ、プレキャリからいきます。これはね、本当に、ド定番で、今更そんなレビューすることも正直ないっちゃないんですけど、くらいのね、JPC2.0 ですね。いいっすね。ざっくりですよ。こんな感じで。マルチカムで、プレートミディアムですね。ミディアムサイズで。MD サイズ。はい、切れます。ごめんなさい。で、セットアップとしては、本当変わったもの全然ついてないんですけど、フロントに3連の M4 マガジン3つ保持してる、プラカード。これが前紹介したスリングと一緒で、イエーガークラフトデザインのメインパネル A っていう、ベースのプラカードがあって、前のフラップがベルクロで剥がれるんですけど、要はこの、いろんな形のこのフラップが出てて、こう付け替えて、で、これは表にモールが付いてるタイプなんで、それに3連の10スピードトリプルつけて、ブルーフォースギアの、そうですね、10スピードトリプル。ちょっとゴムとか出てるぐらい、もうかなり、めちゃくちゃいい。かなり使い込んで、正直ちょっとテンション緩くなっちゃってるんですけど、10スピードでつけて、M4 用のインサートで、ちょっとリテンションつけて、脱落絶対しないように、つけてます。で、左右がプラカードと同じイエーガークラフトデザインのマルチエラスティックホルダーっていう、これもベルトでエラスティックバンドをこう巻き込んでつけるみたいな感じで、ちょっとシンプルなんですけど、で、止血帯をこれでパラカード左右に保持して、で、自分この止血帯をプレキャリに2個左右につけたいなっていうのがあって、ただ、カマーバンドにはつけたくないんですよ。カマーバンドじゃなくて、このプラカードにつけることによって、カマーバンドの方に止血帯をつけずに済むんで、本来止血帯に使われるはずだったら1コマ分節約して詰めれるんで、包丁ですね。前に詰めれるんで、アクセスしやすくなるっていうので、別に言ったらですね、スピリタスのマーク5とかね、もう横にモールとかあって、で、そこにターニケットポーチでみたいなセットアップって、最近流行ってると思うんですけど、プラカードに止血帯も集約するっていうのは、結構いいのかなっていう。個人的にも好きだし、やっぱみんなやってる理由は結構そういう部分なんじゃないかなっていう。集約するとやっぱ動きやすいっていう部分につながるんで、非常に好きです。胸がカグワークスの、S9 用ホルダーですね。Android の S9 が入ってる。一応動くやつ入ってます。で、ペルターの PTT をなんか頑張ってオフセットしてつけてます。ラジオが、タックスカイの PRC152A のレピカですね。このアンテナついてる。ちょっと中身何も入ってないドンガラです。完全にもう飾りです。 PTT は一応実物ですけど、その特徴加工とか何もしてないんで、本当に全部飾りですね。はい。カマーバンドの方がですね、ブルーフォースギア10スピードの前についてるのが3連で、こっち2連の方ですけど、これもちょっとだいぶもう中のエラスティック出てるんですけど、すげえ使い込まれてますね。いや10スピードのいいところってこれ入れてなかったら薄くって邪魔にならないし、必要だったらこれでマガジンを入れたり、マガジン以外にも爆薬のケーブルだったりとか入れたりとか、何でも入るですね。入れれるものは何でも入れていいんで、そういうなんか即席の拡張ストレージみたいな感じで使ってもよし、使わなくても邪魔にならないしっていうので、かなり気に入ってですね。左側がちょっとレプリカなんですけど、クライの GP ポーチのレプっすね。そうで、ちょっとレプでなんか気持ち明るい気がしたんで、ちょっとスプレーで汚してごまかしてみたいなことを、涙ぐましいことをして、めちゃくちゃ雰囲気で、このショックコードをなんかこれアメリカの本職の人がなんかこういうのやってたんで、GP ポーチの周りにこうショックコードを巻いて、これでリテンション絞れるようにするっていうカスタムですかね、やってんの見て、クライムコっていうデンジャーの現役なのか退役なのかの人が上げてるインスタのアカウントがあって、そこの人がこれ上げてたんで、同じ真似してやってみたっす。正直真似してやってみたのが初めですけど、やっぱやってみるとこのポーチのバタつきが抑えれるし、こう薄さを保てるんで、引っかかりの要因を防げる、邪魔になりにくいってところで、ちょっとポーチがレプリカなんであんまカッコつかない話ですけど、なかなかいいんじゃないかなと思っております。で、何入れてるんだいって話なんですけど、よいしょ。何でも入れていいんですけど、今はちょっと正直何も入ってないんですけど、なんか予備の電池ですね。予備の電池とか、なんかペンとか、ちゃんと入れてるんですよ。一応、これダイソーのマルチツールですね。はい。っていう、全然かっこいいもん入ってないんですけど。いいっすね。あとはですね、表に、前回ライフルのスリング紹介した時にラバーバンドつけてるって言ったんですけど、予備の入れてるんですね。ラバーバンド予備、結構ちぎりやすいんで、予備で入れてたりとか。
ゃんとポーチを使いこなしてます。あと袋の予備とかちょっと面白いですけど、袋結構砂にさらされてボロボロになって破れたりとかしてくるんで、こういう袋、まあ予備でっていう入れてみました。なんかカッコつけて何か入れてるっていうよりは、まああったら便利なものを本当にちょっと入れてみたらいいかなって思ってちょっと入れてますって感じですね。ですよね。使ってるラジオポーチがイエーガークラフトデザインのインサートシステムエクステンションフラップ。よくあるプレートキャリアにつけるウィングポーチの役割なんですけど、これいいところはね、まあ、裏面がちょっとメッシュになって通気性がいいのと、ラジオが体に当たっても痛くなりにくいっていうので、ずっとこれ使ってます。で、まあ、基本的にカマーバンドをできるだけ基本的に物をつけないようにしたくって、まあここにポーチ1個ついてるだけで後ろはやっぱ開けて、ベルトキットの装具との干渉とかも極力なくしたいのと、まあ、体の動かしやすさとか銃の取り回しとかも阻害しないように、まあ、極力カマーバンドとか動きに影響出る部分は必要なければ何もつけないようにしてます。右側もマガジン抜いちゃえばもう何もついてないと一緒の薄さの状態だし、必要になってつけてもそんな邪魔にならない場所で、もうすっきり、ホルスターのドローとかも阻害しないように薄くすっきりで、背中も今はね本当に特につけるものがないので完全に背中スリックにしちゃってます。まあ JPG2.0 なんで、これジップパネルで暗い規格のジップパネルだったら、まあ、つけれたりとか、もちろんモールでレイアウトしたりでできるんですけど、まあそういうのがサバゲーの予定によって、かっこよく言えば任務の想定によって必要になったものを取り付ける、けど今別にいらないんでつけてないですみたいな感じで、基本的にはつけなくていいんだったらやっぱ何もついてない方が楽なんで、そういう考え方でいるものだけつけてます。よいしょ。まあいるものだけって話をするとちょっとまあ矛盾出るところは、このラジオはね正直飾りでかっこいいからつけてるし、スマホも正直まあ有効活用できるフィールドとかも最近出てきましたけどね。サバゲーパラダイスさんなんかは、自分もよく行ったり写真撮影で出展したりするサバゲーパラダイスってフィールド千葉にあるんですけど、あそこなんかは本当にスマートフォンアプリで位置情報出るアプリ、アリスアルファってアプリで、まあ ATAC のなんかサバゲー版みたいなやつで、本当にこのスマホでそのアプリで仲間の位置情報見たりとかっていうゲームができるフィールドも出てはきて、スマホが飾りじゃない時代にはなってきたっていうか、サバゲーでもにはなってきたんですけど、まあでもまあ正直僕の場合は、9割飾りっすよね。あんまりちゃんと見てないです。まあフィールドのマップとかを画像入れといて、とっさにパカって見るのとか、これは普通に便利ですね。はい。フィールドの公式ホームページとかにマップ大体出てるじゃないですか。アウトドアフィールドとかで、こう初めて行ったフィールドとかでもマップ入れといたらこうパカってね、ゲーム開始前に相手のスタート地点はここかなとかでね見たりとかできるんで、まあそういう使い方はできるかなって思うんで、なんか本格的な ATAC とか入れてどうってやらなくても、まあ、全然そういう活かし方も、まあ、あるっちゃあるんで、まあいいんじゃないでしょうかと、はい、いうところで。かっこいいですよね。ありがとうございます。着てみました。まあ JPC2.0 肩周りがね結構やっぱすっきりしてるんで、ライフルとか構えやすくてねすごいですよね。まあ本当にこれ皆さん言ってることってか知ってると思うんで今更ですけど、肩周りがすごいスッキリしてるんで、まあ、ライフル構える時にすごいストレスなく構えやすいっていうところがまあ普通にいいですね。素直に使いやすいです。基本的にはかなり軽量にカマーバンドもこうやってスケルトンになってて通気性もいいし軽いし、で本体もつけるものによるっちゃよるっすけど、基本的にはかなり軽量に作られてるプレキャリなんで動きやすいですね。動きやすい機動力があるタイプのプレキャリ、こんな感じですね。後ろねすごい機動力高く動きやすいプレキャリかつまあやっぱりかっこいい定番どころってことで、まあ間違いないチョイスかなと。 JPC2.0 はさっきジップの説明をしたんですけど、 2.0 いいのはプラカードが元から付けやすいんですよね。よいしょ。 JPC2.0 ってちょっと俺持ってないんですけど、ここのねウェービングとベルクロを使ってそうですね、 AVS フラップってやつで拡張すると思うんですけど、プラカードも付けれるんすよね。スプリットバックル、むにゅって外せる切れ込み入ってるバックル、スプリットバックルさえ買ってくればこのバックルがちょうど付けられるウェービングタブ最初から 2.0 には付いてて、これで付けちゃえばもうプラカード使えるようになるっていう。だから ITW のファステックス2個スプリットのやつ買ってくるだけでプラカードが付けれるカスタム完了するんで、2.0 はそこが
いいかなと思います。1.0 はもう最初から3連のポーチがもう固定でついちゃってて、こういうのもないんでプラカード化するときにちょっと大変だと思うんですけど、そうですね、ちょん切ったりとかしないといけないんですね。2.0 はプラカードも使えるんで、多分これ登場した時期自体はかなりもう10年ぐらい経ってんですかね。 2.0 まだ使われ続けてるけど、別に超最新ってわけじゃないから、ただまだ今のニーズにもまだ応えれるその拡張性とか持ってるし、やっぱ信頼性ですよね。みんな使ってるしっていうところで信頼性ある。はいいっすよね。はい。っていうところで非常にね、安心して使えるプレートキャリアが、間違いないプレーキャリの一つだと思いますね。そうですね。自分はJPC 買った理由としては、もともと全然持ってなかったんですけど、やっぱ人が使ってるの見てかっこいいなって思ったのもそうですし、そうだし、やっぱ装備好きなんで、なんか使ってみたいなっていう欲が出たんですよね。みんな使ってて JPC っていうものをちょっと自分も JPC を所有してユーザーになってちょっと使ってみたい、 JPC を知りたいみたいな、ちょっと実際に使ってどうなのかっていうのを話には聞いてたけど自分で使ったことなかったんで、好奇心というか、実際 JPC プレキャリの王様って言っても過言じゃないぐらい流通してる、プレキャリといえばって言われた時にも JPC を思い浮かべる人も多分多いぐらいには多分世界中で普及していると思うんで、そういうのをちょっと触れときたいなみたいな思いもあり、やっぱかっこいいし間違いないし、使用例腐るほど出てきますから、もうセットアップもこと書かないんでということでJPC になっちゃいました。おすすめしなくてもね、みんな買いますけど、普通におすすめですね。JP2.0 非常にかっこいいプレキャリです。